村浜昌司と申します。エモン株式会社の執行役員でアニメーションのプロデューサーをしています。もともとガイナックスで仕事をしてまして、トポ狙えとか不思議の海のナディアの制作をやっていました。ガイナックスを辞めてゴンゾーを創業しまして、数々の作品のプロデューサーをしましたが、今ではエモン株式会社の執行役員をやっています。体を動かすのが好きで、モトクロスやマウンテンバイクをやっていたんですけれども、一回大きな病気になってから少し体を動かすのに支障が出てきたんで、今ではサバイバルゲームをやっています。マッドサバ3はマッドマックスが好きな人やフォールアウトとか、そういうゲームとかで描かれてるポストアポカリプティックな世界を再現したロールプレイングサバイバルゲームになってます。マッドサバは結構クリエイター率が高くて、やっぱり自分たちで世界観を作っていこうという考えを持っている人が多いですね。普通のサバゲーはいろんな職業の人が楽しんでいる感じですね。サバイバルゲームですごく仕事と似てる部分っていうのがあるんですけど、意思決定を早くしないと自分がそのチームから外れてしまうっていうところですね。早い意思決定をしていってチームに貢献するっていうのがサバイバルゲームと仕事とが似ているところです。ここが私が勤めているエモン株式会社というアニメーションスタジオです。東京の吉祥寺にある新しいアニメーションスタジオになります。日本人だけではなくて中国人とかフランス人、韓国人といろんな国籍の人がおります。何本かアニメを作っていまして、そのうち現在放送中のものもあります。一人の下アウト・オブ・キャストとかですね。ただ社内で制作したものではなくて、他の制作会社で制作されています。我々は義のガーディアンというものを現在作っております。それ以外にも3本程度の作品を作っているわけなんですけれども、これ順次リリースしていく予定です。本社は上海にありまして、中国にはですねスマートフォンが4億台あるというふうに言われてるんですけれども、そこに無料で配信されるアニメーションを制作しています。提携先のグループとしては中国のメガインターネット企業と提携しています。リー・ハオリン代表はアニメーターでアニメーションの監督です。2013年にアマチュア制作グループをまとめて会社にしたそうなんですけれども、それまで中国にはネット配信アニメシリーズというものがなかったらしくて、それを最初に作った人というふうに聞いています。なので、日本の手塚治虫先生がテレビアニメーションを初めて作られたみたいな感じですかね。我成立绘梦是这样的，初衷是这样，就是说我们中国呢之前的动画技术，包括动画的内容都是比较落后的。我也是看到了世界上有很多先进的动画的，就是说先驱。我们是希望能够就是说建立这个就是说这样的一个企业来带动中国的一个动画的一个发展，因为中国有很多好的人才，并且有很多喜欢动漫的粉丝。我们是希望通过跟日本的合作、跟韩国的合作，甚至跟欧美、跟全世界的合作，来扩充我们中国动画的制作实力和我们中国的动画的内容更加丰富。
大概是这样的一个目的。对对，他说再想再开个会一下。跟村民先生的相遇是非常偶然的，然后呢，我们之间有很多共同点可以一拍即合。我们聊的时候，关键是我其实是一个外国的人来日本来参与动画，然后村民先生的理念其实是更希望日本的动画走出去，走到世界舞台上面。然后我们这方面是相互切合的，就是我们都是觉得动画内容本身其实是一个国际化的一个文化产品，它可以更面向国际，可以贩卖到全世界。这一点是我们工作中就是所以相互有默契的一个地方，所以我们走到了一起。自分は以前にそのヘルシングですとかラストエグザイルですとかそういったアニメーションも作ってきました。それらの作品を作る時にすごく意識したのは日本人だけではなくて海外の人にも楽しんでもらえるような作品を作ろうというふうに自分は考えていたので、これからは全世界の人々に向かってアニメーションを作っていきたいなと考えています。最近の同時期にインターネットでアニメーションが見れますから世界中の人たちと見たアニメが良かったとかあそこの作画がああだったとかここのキャラクターの感情はどう思うかみたいなことをみんなで打ち合えるようなきっかけになれるといいなというふうに考えてます。自分は小学生の頃からサイエンスフィクションの小説を読み漁ってました。サイエンスフィクションっていうのは大体人類の危機っていうのを科学的に解決したり科学の進歩や、そういったもので、人類が危機に陥ってしまうというテーマが多いですね。そういったテーマを、頑張って解決していく、時には翻弄されていくっていうものがあってその現実と架空の世界の、行き来みたいなものを、非常に楽しめるというか日常を守るためにその非日常や、そういったものを考えるのはすごく大事なことじゃないかと考えています。現実の世界にようこそです。これはフランス映画のドーベルマンからクリスチーヌ警視っていう登場人物が喋った言葉です。昔からアマチュア映画を作ったりですけれどもその作っている作業っていうのがいつも本当にファンタジーというか夢の世界の中の住人のような気がするんですけれどもそれがうまくいった時とかに、現実のことをすごく強く感じるんですね。また仕事している間中ほとんどの間ファンタジーや SF、架空の登場人物について考えることが多いので、そういった意味で現実に立ち戻って考えるっていうのは自分にとって非常に貴重な体験というかそのドーベルマンのセリフを聞いた時にいつまでも続いたものが続いていく感じじゃないというかこの非現実的な雰囲気の中で自分を見失わないようにするっていうのは大事だなと思いました。